ゼロから旅行業務取扱管理者第4回です。今日はこの資格の主役、取扱管理者を学びます。合わせて書面交付や広告のルールも見ていきます。旅行業務取扱管理者とは何かを確認します。営業所ごとに選任する取引の責任者です。取引が公正安全に行われるよう管理監督します。まさにこの資格が必要とされる理由です。取扱管理者の職務を見ましょう。一つ目は、旅行者への取引条件の説明を管理することです。二つ目は、契約書面など交付する書面を管理することです。苦情の処理や広告が適正かの確認も習います。選任のルールは重要です。営業所ごとに一人以上を選任しなければなりません。管理者が欠けたら、新たに選任するまで契約はできません。管理者のいない営業所では営業できないのです。取扱管理者にも種類があります。総合は海外と国内のすべてを扱えます。国内は国内旅行のみを担当できます。地域限定は限定地域内の国内旅行に限られます。契約の流れと書面を整理します。契約の前に取引条件を説明します。その内容をまとめた書面を旅行者に交付します。契約が成立したら契約書面を交付します。書面に書く内容を見ておきましょう。旅行の日程と受けられるサービスの内容です。旅行代金とその支払いの時期や方法も書きます。出生料など契約解除の条件も記載します。広告にもルールがあります。事実と大きく異なる国大広告は禁止です。企画旅行の広告には必要な表示事項が決められています。実際と違う内容を表示してはいけません。禁止されている行為も確認します。他人に名義を貸すことは禁止されています。古代広告や不当な勧誘も禁止です。また、登録表という標識は営業所に掲示します。最後に旅程管理業務です。旅行が計画通り行われるよう管理する仕事です。添乗や現地での手配変更にも対応します。企画旅行の品質を守る大切な役割です。取引の流れをおさらいします。まず取引条件を説明し、説明書面を渡します。契約が成立したら契約書面を交付します。旅行中は旅程管理で計画通り進めます。今日のクイズです。取扱管理者について正しいものはどれでしょうか？ A は会社に1人、B は営業所ごとに1人以上、C は任意です。少し考えてみてください。正解は B の営業所ごとに1人以上を選任するです。会社に1人ではなく営業所ごとに必要な点に注意です。今日のまとめです。取扱管理者は営業所ごとに1人以上を選任します。契約の前に説明し、書面を交付します。古代広告や名義貸しは禁止されています。この回は試験でとてもよく問われます。次回からは旅行業約款に入ります。第5回は募集型企画旅行契約と受賞料を解説します。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回またお会いしましょう。